俺のバイクが一番イケてる。バイク乗りのみんなはそう思ってるはず。けどそれだけじゃない。自分がバイクにまたがってる時の姿が一番かっこよく想像できてるはず。バイク乗りの皆さん、どんどんナルシストでいきましょうよ。今回は僕の人生を変えた川崎 250TR のお話。ちょっとかっこつけすぎましたね。このバイクのスペックを説明します。 250cc 単気筒で空冷エンジンになります。エンジンはエストレアっていうバイクと同じエンジンになるので、このバイク何のバイクでしょうって質問すると、皆さんによくエストレアでしょうって言われます。ただ川崎の 250TR です。このバイク、僕にとっては名車なんですけれども、別にスピードがすごい出るわけでも馬力がすごいあるわけでもないんです。なのでスペックは別に高いバイクではないんですけれども、見た目がすごいかっこいいんですね。このレトロな感じ、これがですね、僕を酔わしてくれてるんです。なんていうんですかね、このヴィンテージモトクロスっていうんですか、このスタイルが僕はすごい好きです。で、パッと見何のバイクか分かりません。っていうのも川崎のロゴが入ってないんですね。で、シートのところにはむしろホンダって書いてあるんです。なので例えば道の駅なんかに行って止めてトイレに行ってバイクに戻ってくると、周りに何人かこう人が集まってですね、これずっと見てるんですね。で、僕が戻ってくると、わ、このバイクかっこいいね、これ何のバイクなのってよく聞かれます。よく声をかけられます。このバイク川崎 250TR は僕にとって名車なわけなんですけれども、なんで名車なのか、それは実は僕の父親に関係してるんです。僕の親父は6年前に心筋梗塞で亡くなりました。他界しました。その時僕はフランスにいたんですね。で、フランスにいてその2年前に僕は日本を離れているので、2年間会ってない状態で父親が亡くなってるわけです。で、このバイク、僕の父親のバイクだったんですよ。僕の父親がすごく大切にしてるバイクでして、このモデルはですね、2004年のモデルなんですよ。なので、そんなにすごい古いバイクではないんですけれども、2004年新車の状態で買って、実はですね、10万キロ以上走ってるんですよ、僕の親父が。10万キロって言ったらメーターが全部1回転して1回もう全部000ってなってるんですね。でそこから確か1万キロぐらい走ってたんだと思います。で、僕が親父が亡くなったって聞いてフランスからすぐ帰ってきた時にバイクを見た時にですね、そこに確か11万キロ、メーター上は11万キロって書いてあったような気がします。で、11万キロも走ってるにもかかわらずね、僕が見たそのバイクは本当にピカピカだったんですよ。親父がですね、もう本当に綺麗に磨いてたんですね。スポークも一本一本綺麗に。ただ皆さんもというか、このバイクをご存知な方、実はそんなに高いバイクではないんですよ。むしろバイクの中ではむしろ安いバイクだと思います。ただ僕の親父はすごい大切に乗ってたんですね。そしてその歴史を全て知ってる僕はさらに大切に乗っています。これは普通の人から見たら安いバイクかもしれないけど、僕にとっては宝のようなバイクなんです。このバイクがすごいヴィンテージ感がすごい理由はですね、親父がいろいろ手作りでいろいろやってるんです。まずヘッドライト、このヘッドライトのカバーかっこいいでしょう。これはですね、フライパンからできてるんですよ。僕の父親が使わなくなったフライパンを切り取ってまさかのヘッドカバーを作るっていうね、すごい親父だったんですね。また、ペダルのところ、これもかっこいいですね。ここはタイヤがまたこれも使わなくなったというか、古いタイヤを切って、ペダルのところにタイヤを巻いてると。また後ろ側、これはですね、タンデム用のバーがついてます。バーというか、そうですね、手すりのようなものがついてるんですけども、これも親父が、これは何で作ったのかわからないですけれども、自分で手作りで作ってます。これは僕の父親が母親と一緒にいろんなところに旅行に行ってたみたいで、その時に母親を後ろに乗せて、で母親がこうちゃんと掴まれるように作ったものですね。でまた名前もですね、そのまま残ってるんですよ。このヘッドライトのところを見ると分かるんですけれども、カバーのところに僕の母親の名前ルイーズっていうんですけども、ルイーズって書いてあるんです。で横のところにもサイドカバーのところにもルイーズって書いてあるんですよ。今は
僕はオリと一緒に乗ってるんですけども、オリはもうね自分のバイクを持ってしまったので、ちょっと前の話になるんですけども、昔2年前ぐらいですかね、いろんなところ日本をバイクで回った時に後ろに乗ってたのはオリでしたが、そのままルイズって書いてありました。親父からこのバイクを引き継いだものの、すぐにはこのバイクにまたがれませんでした。やっぱりですね、それだけ親父の思い入れがあるもの、そしてピカピカ、そしてまだ親父が生きている時にこのバイクをよく見てたんです。ただ触ったことはなかったんですよ。バイク乗りの皆さんならわかるかもしれないですけども、バイクのライダーの暗黙の了解みたいので、人のバイクって触っちゃいけないですよね。触っていいのはタイヤとシートぐらいってよく親父が言ってました。なので僕も触ったことがなかったんですよ。そんなバイクにすぐにまたがれるわけはなく、しかもいろんな親父の思い入れがあるものにそんな簡単に触れるわけはなく、1週間ぐらいそのままにしてました。眺めるだけっていう。でですね、ただ周りの人たちが、いやこのままだとバイクがかわいそうだと、親父もかわいそうだと、お前が乗れ、すごい言われたんですね。でエンジンをかけたわけです。もちろん動いたんですけどね。エンジンがかかって、それで気持ちよくなって、よかったと、ちょっと走りに行こうって言って走って、でそんなしてる間にですね、オリから連絡があって、もう日本に行くから待っててねって言われて、オリが来てくれたわけです、日本に。でオリが日本に来てくれたので、せっかくじゃあちょっと旅行に行こうって言って、バイクで旅行に行くんですけども、この旅行に行こうとしたその初日エンジンがかからなかったんですよ。ちょっと前までかかってたのに、なんでかかんないの。それがですね、その原因が実は配線が取れてただけなんですけれども、それが全く僕は分からなくて、バイク屋に持って行ってもすごいパニックになって、うわどうしようもう壊れたってなってたんです。何が言いたいかっていうと、僕は全くその時バイクの知識がなかったんです。実はこのバイクに触る前に僕が自分のバイクを持ってたんですけども、何も触ったことないです。乗ってただけっていう、そういうライダーの人たちもいっぱいいると思いますけど、なのでバッテリーも触ったことなければ、キャブレターも触ったことなければ、タイヤも交換したことなければ、何もしたことがない、もう本当にど素人だったわけです。ただこのバイクを譲り受けて初めて、もうこれは僕の宝物になるんだと、これから僕が自分でメンテナンスをしないといけない、どんどん知識をつけていこうって思ってですね、初めてバッテリーを触って、初めてキャブレターを取って、いろいろメンテナンスをしたバイクがこのバイクなんです。なのでこのバイクがなかったら、川崎 250TR、 親父のこの TR がなかったら、僕の今のバイクライフっていうのはありえなかったわけです。だから僕にとってこの川崎 250TR は宝です。これが僕の川崎 250TR の話。決して値段的には高くないこのバイクが僕の宝物になっている理由は、そこに何にも変えられない歴史があるから。こんなにも面白い世界を教えてくれた親父と、そして TR に感謝してます。さあ皆さんはどんなバイクのお話を、ストーリーをお持ちですか？どんどんコメントで教えてください。さあ次回は僕らのファミリーに新しい一員が加わります。そう、新しいバイクを手に入れてしまいました。気になる方、チャンネル登録、そしてタムズアップをよろしくお願いいたします。そして皆さんのコメントをお待ちしております。それでは次回またお会いしましょう。Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be.
'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I